DIY 教室はめ込み式フロアタイルクリックエウカの施工方法初級 DIY 編。クリックエウカはボンドを使わない DIY 床材です。サネを合わせてハンマーではめ込んでいくだけ。伸縮しにくい素材で床暖房土足にも対応しています。高精度のクリック形状でぴったりつながります。カッターを使ってカットでき、初めてでも手軽に床リフォームを楽しめます。今回使うのはクリックエウカコンクリート大理石シリーズ。こちらの道具を使って DIY します。この長方形の平らな床面に敷いていきます。敷く下地はきれいに掃除しておきましょう。まず最初に貼る床面を測って列ごとに半分ずらすレンガ張りで割り付けます。全体的に動かして位置を調整することもできます。施工するときは床材の長手方向を横向きに持ってサネが大きくはみ出た方を必ず右側と手前側に揃えます。左奥の角から敷き始めて右に向かって1列が終わったら次の列へ進み左から右へと繰り返します。左端と奥側を突きつけて敷き始めます。奥側をカットしない場合わずかに壁際からサネが見えます。どうしても気になるようなら出ているサネだけを削るか割り付けを調整して壁際をカットしましょう。2枚目以降は継ぎ目を揃えて置いていきます。ゴムハンマーで叩いてサネをはめ込みます。継ぎ目にズレがないか確かめながら敷いていきましょう。少しでもずれていたら取り外してつなぎ直します。短手方向のサネは右側を持ち上げて外そうとすると表面がサネから折れて使えなくなってしまいます。継ぎ目の右側の下に手を入れ左側を下へ押し込むようにゆっくり取り外します。残り1枚になるまで敷いていきましょう。列の最後は表面からの残り幅を測って壁際のカットラインを引きましょう。カットする際は引いた線に沿ってカッターで表面に切り込みを入れます。1回目は軽い力でまっすぐ溝を作るように、2回目以降は溝に沿って強めに刃を入れます。3、4回ほど切り込んだら表側が山になるように折り裏面のパッドを切り離します。ヤスリで削ることで切り口を整えたり長さを微調整することができます。このカットした端を壁側に向けて列の最後にはめ込みましょう。2列目以降は左端を割り付け通りにカットします。カットした余りは長さが足りれば右端で使用できます。前列の長手側のサネに斜めに差し込んで左にスライドさせて壁際に突きつけたら手前側を落としてはめ込みます。2枚目以降も前列のサネに差し込んで左にスライドさせます。隣のサネとぴったり位置を合わせたらハンマーで叩いてはめ込みます。あとは同じように貼り進めていきましょう。残り1列になるまで貼っていきます。最後の列の左右の端は前の列と同様にカットします。手前側の壁際までの長さを測って印をつけ長手方向にカットします。
最後の列にはめ込んでいきましょう。床全面に敷いたら施工完了です。